むやみに SNS ダメとか、そういう誹謗中傷があるからダメとかやって遮断するよりかは、少しずつ触れる機会を増やしていって、こんにちは。こんにちは。ネットの誹謗中傷に向き合うコツ。自分たちは、それに対してどういうふうに向き合うか、子供にはどういうふうに教えるか。どうですか？ネットでニュース見ますか？見ません。YouTube 見ますか？見ません。SNS 使いますか？ LINE、インスタはあんまり、でもそこまで毎日毎日はチェックしないかもしれない。でも LINE って、要するにコミュニケーション用に使うってことでしょ？はい要するに SNS というよりかは、このメッセージツールとして使ってるってことだよね。そうです。そうすると、世の中の情報とかは、どっから手に入ってくるんですか？なんかパッてこう、Google とか開いたときに、下の方に出てくるとか、大統領選やってるらしいとか、それは知り合いとか、その LINE で話してるときに、トランプさん決まったねとか、なんかそういうので。じゃあ別にネットの誹謗中傷は一切見ない？一切見ないに近いと思うんですけど、この間初めてぐらいに見たんです。インスタのショートみたいなので上がってきた、ちょっとぽっちゃりした女の子がすごい可愛いアイドルみたいな感じで過ごしてるところがあって、誰を対象にしてるんだろうなと思ってコメント開いたら、ものすごい誹謗中傷だったんです。世の中ってこんなにみんな誹謗中傷書くんだっていうのを初めて知りました。普段はそういうの見ないんだ。どこで皆さん見てるんですか？見てますか？見てるね。見てるっていうのは、誹謗中傷って呼ぶかどうか、コメントね。ニュースを見たときに、自分はやっぱり YouTube で上がってくるものを見ることが多いね。YouTube すごい見ますよね。で、YouTube で上がってきたもので、気がするとそれが結構最新のニュース関連が多いので、それ見て、そのニュースが世の中をどういうふうに受け取ってるんだろうみたいな感じでコメントを見るんですよ。で、世の中はこれをこういうふうにネガティブ方面に受け取ってる人の方が多いのか、逆もありますけどね、ポジティブに受け取ってるとか、世間がこういうふうに見てるんだみたいなのを理解するためにコメントを読んでる。ネガティブ書いてる人の方が多くないですか？そうですね。基本的に世の中はそうだと思います。Google の口コミとか含めて。別に証拠はないけど、感覚的にそうじゃないですか。特に日本人なんて、店の応対とかも基本がかなり基準が高いじゃないですか。そうですね。だからなおさらちょっと気に入らないことがあると、それに対して、コメントで、こんなことがあったって言ったりとか、例えばレビューの評価とかがあった時に星3とか星2とか星1つけたりする傾向が強いような気がしますね。逆に9大点、満足いくとこだったら、100点期待して100だったら、特にコメント書かないですよ。なんか別に、新鮮さないので。100点期待して、120ぐらい行ってようやく始めて、すごいありがとうございますっていうぐらいじゃないですか。逆に100点期待して90でも、みんな、星3とか、星3だから普通だと思うんだけどね、星3って、星5のうちの3ってとかなので、なので、レビューとかコメントってだから、その辺の、このバイアスも含めて理解しないと難しいだろうなと思うね。それは素人じゃないから分かるのかもしれないけどね。マサトは、そっちの仕事をしてるから、こっちに寄ってるっていうのが分かってるから、受け止め方もちょっとあれだけど、ネガティブ寄りになってるなっていうのを踏まえられるけど、普通の人はそんなにさ、すごい嫌なこと書かれちゃったって言ったらやっぱ落ち込むんじゃないかな。で、いいこと書いてくれる人もいるから、なおさら、100% の評価なんだって思っちゃうんじゃないかなと思って。どうしたらいいですか？見ないのは一つの選択だよね。だけど、いいもの見ちゃったら、またいいこと書いてくれてるかもしれないと思って、そっちを探しに行ってたら、ね、エゴサーチしたら。だから見ないは一つの選択だけど、そうすると見ないと要するに、視聴者のコメントとかでしょ、そういうものを見ないと、逆に出てる動画だけで判断することになるじゃないですか。それが真実かじゃないかもわかんないのに。でもやっぱり動画とか見てて、自分はこれ本当かなと思ったのは、動画を見ると、そうじゃないんだよ、みたいな話がわかることもあるじゃない。なので、やっぱり自分はコメントは重要かな。結構、動画の作り主も、割と意図を持って作ったりするじゃない。この、変なとこだけ切り出してこう見えるような。なので、やっぱりそういうのを判断するときに、やっぱり自分はやっぱりコメント見ないと、で、コメント見たからって真実が必ずわかるわけではないけれども、そういう見方があったかみたいな。そう、動画を見ただけで判断するよりかは、ずっと真実に近づきやすいかなと思うので、自分は、さっき言ったようにコメントを見ないっていう選択肢もありだとは思うけども、自分はコメントを見る。で、さっき言ったようにコメントを見た上で、
コメントっていうのはどちらかというと、ネガティブに偏りがちというのを理解した上でいいかな。で、その上で、やっぱり同じようにみんな自分の他の人の考えとかから影響を受けて、それの真実を判断しようとしているので、ただ自分はコメント見て、自分と同じ意見がパッとあったら、そいつに一応いいねをつけとく。自分と同じ意見がなかったら、コメントを残しておく。自分をこう感じたみたいなようにしてる。でもじゃあ誹謗中傷に関しては、極端な誹謗中傷。極端な誹謗中傷は、もう同じで今の言い方で、自分と同じ意見があればいいねをつける。自分と同じ意見がなければ自分のコメントを残しておくっていうだけで、誹謗中傷は多分そのどちらにも該当しないので、スルーですね。書かれた場合はどうしますか？あんまり、この YouTube やってるけど、誹謗中傷とまで、結構誹謗中傷ってどこからが誹謗中傷なんですかね。なんかネガティブな意見が全て誹謗中傷ってわけじゃない。なので割とそのコメントから学びがあるものはなんか誹謗中傷ではないと思うんだよね。ただ傷つけることだけを目的としてるみたいなのが誹謗中傷に当たるのかね。人格否定みたいなね。スルーでしょうね。見るなとか、相手にするなってみんな言うけど、言われた方って多分そう。見るなとかスルーしろって言われてもって感じだと思うんだけどね。人間関係も同じでよくトクシックピーポーっていう、もう基本的にこの周りに悪い影響しか与えない人たち、もうこういう人たちはもう基本的にスルーするしかないと思ってるので、ネット上でも基本をやりたいのはそれかな。で、分かるよ。難しいんだよね。基本的にブロック機能とか多分いろんな SNS 備えているけれども、そういう人たちってもう本当に人を傷つけることしか目的じゃないから、ブロックされたらまた別のアカウント作ってそういうことをやるとかするので、この辺が今のネットの難しいところでしたね。結局そのチャンネル保持者とかさ、動画作成者はさ、その動画でさ、自分の実績を積み上げてるから簡単に変えられないので、コメントだけ残していく人間は簡単に変えて別のアカウントでコメント残していくので、なので動画とかもそういう結構動画とかコメント見てると、私たちは自分たちの名前を明かして動画を作ってコメントしています。あなたもこちらに対して文句があるんだったら自分の名前を明かしてください。じゃなければ私たちは相手にしませんみたいに言ってる人いるけど、その通りかな、それでもそういうことする人いるからね。だから自分の気の持ちようじゃない。その受け止め方のセンスの問題なんで。マインドの問題だから。だからやっぱりスルーするのもスルーする技術だと思うんで、少しずつそこに慣れていくしかないのかなとか思うと、むやみに SNS ダメとか、そういう誹謗中傷があるからダメとかやって遮断するよりかは、少しずつ触れる機会を増やしていって、傷ついてたらそこに対して、いや、そんなことを気にすることないよとか、その時のマインドセットとかを伝えてあげる。で、繰り返していくしかないのかなと思うね。リアルもそうだよね。学校とかでね、そういうことがあってもそうだし。なかなか難しい問題ですね。はい。ということで。はい。皆さんからのご意見、質問お待ちしております。チャンネル登録、いいねお願いします。バイバーイ。